なぜあなたは明日も目を覚ますのか。この質問に即答できる人は少ない。でも日本の小さな島には100歳を超えても畑を耕し、海に潜り、毎朝笑顔で目覚める人々がいる。彼らが知っている秘密、それはあなたが子供の頃には知っていたはずの忘れてしまった何かだ。今日私たちはその答えを取り戻しに行く。あなたは今朝何のために目を覚ましたのか。アラームが鳴ったから？仕事があるから？それともただ習慣だから？昭和の時代、日本人の多くは迷わなかった。家族を養うため、会社のため、国のため、目的は外側にあった。でも令和の今、終身雇用は崩れ、家族の形は変わり、個人の自由は広がった。そして私たちは静かに気づき始めている。自由になったのになぜこんなに虚しいのか。満員電車に揺られながらあなたは思う。これは本当に私の人生なのか。夜ベッドに入る前にあなたは思う。今日私は何のために生きたのか。この感覚、実はあなただけじゃない。でも日本には昔からこの問いに対する答えがあった。それが生きがいだ。沖縄、青い海と白い砂浜で有名なこの場所に世界中の研究者が注目している理由を知っているだろうか。それはこの島に世界で最も長生きする人々が住んでいるからだ。でも彼らが長生きするのは食事や運動だけが理由ではない。ある100歳のおばあちゃんは毎朝5時に起きて畑に向かう。なぜと聞かれると彼女は笑って言う。野菜が待っているから。別の90歳のおじいちゃんは毎日海に潜る。嵐の日以外は一度も休んだことがない。なぜと聞かれると彼は静かに言う。魚たちが俺を覚えていてくれるから。彼らには特別な健康法も高価なサプリメントもない。でも彼らには生きがいがある。朝目覚める理由、今日を生きる意味、それは壮大なものじゃない。野菜でもいい、魚でもいい、誰かの笑顔でもいい。ただそれが自分だけの理由であること。これこそが生きがいの本質なんだ。研究者たちは驚いた。目的を持って生きる人は持たない人より平均7年長く生きる。でも島の人々は笑う。長く生きるためじゃない。生きている間楽しいからだ。この違いわかるだろうか。生きがいは長生きの手段じゃない。生きがいは生きている証なんだ。じゃあどうすれば生きがいを見つけられるのか。実は生きがいには4つの要素がある。想像してほしい。4つの円が重なり合っている図を。1つ目の円はあなたが好きなこと。2つ目の円はあなたが得意なこと。3つ目の円は世界が必要としていること。4つ目の円はあなたが報酬を得られること。そしてこの4つの円が重なる中心、そこにあなたの生きがいがある。でも多くの人はこう思う。そんな完璧な場所見つからない。違う。生きがいは見つけるものじゃない。生きがいは育てるものなんだ。子供の頃、あなたは何に夢中になっていた？時間を忘れて何をしていた？絵を描くこと？虫を追いかけること？友達と秘密基地を作ること？物語を書くこと？あの時、あなたは生きがいを持っていた。でも、大人になって誰かがこう言った。それじゃ食べていけない。もっと現実的になりなさい。みんなと同じことをしなさい。そして、あなたは4つの円のうち、1つか2つだけを選んだ。報酬を得られることだけ。世界が必要としていることだけ。でも、心は満たされなかった。なぜなら、好きなことと得意なことを置き去りにしたから。生きがいはバランスなんだ。4つすべてが揃わなくても少しずつ近づけることはできる。今の仕事の中に好きな要素を1つ見つける。週末に得意なことを少しだけやってみる。誰かの役に立つ小さな行動を始めてみる。
その積み重ねがいつかあなたを中心へと導く。でも今の時代は難しい。SNS を開けば誰かの成功が目に入る。月収〇〇万円、フォロワー〇〇万人、理想の生活を手に入れた。そしてあなたは焦る。私も何か大きなことをしなければ。違う。生きがいは大きさじゃない。生きがいはあなたにとっての意味だ。ある人にとっては毎朝コーヒーを入れることが生きがい。ある人にとっては子供の弁当を作ることが生きがい。ある人にとっては誰も見ていない夜にひっそりと絵を描くことが生きがい。それでいい。誰かと比べる必要はない。SNS に載せる必要もない。ただあなたが朝目を覚ました時、今日もこれができると思えること。それが生きがいだ。前回の動画で私は有限について話した。見えないものの美しさ、言葉にできない深さ、生きがいも同じだ。説明できない、証明できない。でも確かに感じる。これが私の生きる理由だと。じゃあどうすればいい？答えは驚くほどシンプルだ。小さく始めること。明日の朝目が覚めたらこう自分に聞いてみてほしい。今日私は何をしたら少しだけ幸せを感じるだろう。壮大な目標じゃなくていい。誰かを救う使命じゃなくていい。ただあなたがこれをしたいと思える小さな一つ。それをやってみる。そして夜寝る前にもう一度聞いてみる。今日私は生きていてよかったと思える瞬間があっただろうか。もしあったならそれがあなたの生きがいの種だ。水をやれば育つ。時間をかければ大きくなる。そしていつかあなたは気づく。これが私の人生だったんだと。生きがいは遠くにない。生きがいはあなたの手の届く場所にいつもある。ただ見ようとしていないだけだ。沖縄の100歳のおばあちゃんは言った。生きがいは探すものじゃない。気づくものだ。あなたの生きがいはもうそこにある。この動画を見終わった時、あなたに一つだけお願いがある。今すぐメモを開いてこう書いてほしい。私が今日少しだけ幸せを感じたこと一つでいい。それがあなたの生きがいへの第一歩だから。そしてもしあなたが日本の心や日本人の感性についてもっと深く知りたいなら、このチャンネルを登録してほしい。前回の動画では有限、見えないものの美しさ、感じることしかできない深さについて話した。実は生きがいもそれと同じだ。説明できないけれど確かに心が感じる何か。まだ見ていない方はぜひ前回の動画もチェックしてあなたの感想をコメントで教えてほしい。そしてあなたの生きがいは何ですか？ぜひコメント欄で聞かせてほしい。また次の動画で会いましょう。それでは。